Hello and welcome to Tokyo Board Game Club! 今回は国内外で高い評価を集めるゲームデザイナートリックテイカーゲームズのヒロケンさんをお迎えしました。トリックテイカーズやイターナルデックスなど独自のゲーム体験を作り続けるヒロケンさん。今回のインタビューではゲーム制作を始めたきっかけやルール作りへの考え方、そして新作イターナルセブンズについてお話を伺っていきたいと思っています。ヒロケンさん、ようこそ東京ボードゲームクラブへ。ヒロケンです。よろしくお願いします。まずはヒロケンさんをまだご存知ない方もいらっしゃるかと思いますが、簡単な自己紹介をお願いできますか？そうですね、はい。まずボードゲーム歴なんですけど、ボードゲームを趣味と始めたのが7年半ぐらい前でして、日本のボードゲームはボードゲーム会といって個人の方がオープンでボードゲーム会を開いたりすることがあるんですよ。でそこに最初参加させていただいて、月に1回から3回ぐらい参加して、ボードゲームを徐々に詳しくなっていったって感じです。あとボードゲームの制作はですね、5年半ぐらい前から、ちょっと始めてまして、で最初に作ったのが最初に作ったきっかけがですね、そうですね。はい、きっかけがですね、ルートという、ゲーム、非対称性が強い、重量級の、ルートをやった時にすごく感銘を受けたんですね。でなんで感銘を受けたかなっていうと、おそらくいろんな視点からボードゲームを見てるってところがすごい興味深いなと思って、私も本質って結構いろんな角度から見るものだと思うようになってるんですよ。ですのでいろんな角度から物事を見るっていうのがすごい好きで、そこで僕も自分のもっと軽いゲームの非対称性ゲームっていうのを作りたいなと思って、最初に作ったのがこのトリックテイカーズ、です。非対称性のトリックテイキングゲームになりますね。でこちらのゲームの紹介なんですけど紹介なんですけど、トリックテイカーズゲームズが最初に作りまして、で一応これを基本セットといってキャラクターが8キャラクターいます。でこちらの拡張セットっていうのが7キャラクターいまして、今この基本と拡張を合わせたリメイク版っていうのをちょっとこのエターナルデックスをちょっと作ってから経験値を得た段階でもう一回リメイクしたいなって、自分の土台なので。で私のボードゲームブランドトリックテイカーズゲームズって言うんですけど、一応トリックテイカーズシリーズを作ってきたっていうのがあったので、ちょっとそういうブランド名にしてまして、であとリトルトリックテイカーズと、こちらがキングストリックテイカーズになります。はいですね。はい、ありがとうございます。はい、そちらがリトルトリックテイカーズで、こちらがキングストリックテイカーズになりまして、そちらがフランスのピクシーゲームズさんが作ってくれたキングストリックテイカーズのリメイク版、イラストのリメイク版になりますね。はい。ありがとうございます。素敵ですね。ありがとうございます。そうなんです。とこちらがアメリカのポートランドゲームコレクティブさんっていう方がいらっしゃるんですけど、彼らに作ってもらった英語版のものになります。はい。いいですね。確かに英語にやってます。そうなんです。でこのトリックテイカーズシリーズが僕の大きな括りの1作品目とすると、こちらが2作品大きな括りとして2作品目がエターナルデックスになりまして、今ちょっと作ってる、こちらの、伝統的なトランプゲーム七並べを僕なりに現代流に解釈したエターナルズセブンスっていうゲームを作ってます。はい、協力ゲームも作っていらっしゃったと思うんですけど、結構ルールにこだわっているとゲームプレイして感じていたんですけど、ありがとうございます。ルールを作り始めてだんだんそれをゲームデザインとしても磨いていかないといけないと思うんですけど、どういうふうに磨いていたんでしょうか？ちょっと長い話になってしまうんですけど、全然長い話で全然大丈夫だったんです。まずルールにすごい興味があったんですよ。ボードゲームにルールに興味があって、デジタルゲームと比べてボードゲームっていうのは結構処理とか、例えば山札が切れたら、リシャッフルして山札を作り直すとか、勝利点トラックを3歩進めるとか、そういった処理とかまで含めてルールを理解しないとゲームってできないじゃないですか。そういうところにすごい興味が出て、僕もボードゲームを普段からやればルールっていうものを自然と自分のものにできるような気がして、そのあたりが結構ボードゲームにルールに興味を持ったところになります。いいですね。先ほどデジタルプレイヤーっていう言葉が出たと思うんですけど、ヒロケンさんがプレイヤーについてすごい興味があるというふうに聞いておりまして、そこについていろいろ聞かせてもらっても大丈夫ですか？ボードゲームにやっぱり興味を持ったきっかけの一つはやっぱりプレイヤーっていうのがありまして、その前にクリエイター視点っていうのにちょっと興味はまずあったんですよ。でゲームを作るっていうのはルールを理解するっていうところでクリエイター視点っていうのが興味があったんですけど、やっぱりプレイヤーってある意味クリエイターを超える場合があるんですよ。
例えばそのデジタルゲームとかで、すごい低レベルで RPG をこうクリアするとか、低レベルクリアみたいなのとか、あとデジタルゲームのこのバグを発見して、そのバグを利用して、最速でゲームクリアするとかで、それってそのクリエイターよりもある意味そのゲームについてよく知ってるんじゃないかなっていうところがプレイヤーすごいなっていうのが思って、それでもっと僕もそのプレイヤーについて知りたいなと思って、こうボードゲームをプレイすれば僕もプレイヤーについてより詳しくなれるんじゃないかなっていうのがやっぱり興味がありました。すごいなんか研究のこう一環としてみたいな研究のそうですね、やっぱり知りたいっていう欲求結構強いので、はい、プレイヤーについて知りたい。はい。なんかお互いのこう視線でゲームを見るっていうことも、なんか自分もクリエイターとしても成長させられるような、なんかクリエイターの視点だけじゃなくてプレイヤーの視点かプレイヤーが感じていったことも、取り入れてゲーム制作に絶対いろいろなんか利点あるかなってそうですね。やっぱりゲーム作るときにまずクリエイター視点でこうゲーム作るんですよ。でその後テストプレイをするときに僕はプレイヤー視点になってゲームをプレイするようにしてるんですよ。でその時にどうやったらこのゲームを攻略できるかみたいなことを考えて作ることで、やっぱりこの要素いらないなとかこの要素使えるなっていうのが分かるじゃないですか。でやっぱりそのテストプレイをしていただいている方にもそのどうやってこのゲーム攻略してるんだろうなみたいなところは結構見ながらゲーム開発はしてます。それ確かに磨くことにはすごいつながっていく。なんか断捨離っていうことも、結構好きらしいですので、なんか断捨離的にはこれいらないって切ってみたいな、これをもう少しこう簡単にみたいな。そうですね。はい。最終的に断捨離はやるんですけど、最初はどっちかというともう自分がやりたいものをとりあえず詰め込んでいって、でもその、詰め込んでテストプレイして、そうですね。テストプレイで断捨離が発生しますね。まず。テストプレイしていらない要素を削って、でまた追加してテストプレイしていらない要素を削ってみたいな、やっぱりその繰り返し、やっぱり作るテストプレイその行ったり来たりが、徐々にブラッシュアップになるんだと思うんですよ。確かに切ってもう突然できなくなったら、じゃあそれ必要だったな、追加しようかみたいな感じにそうですね。戻るのもいいですね。やっぱり捨てることで初めてその大切さって気づくことあるじゃないですか。あると思うんですよ。ですのでその自分のものとかでもやっぱり迷ったらとりあえず捨てて、でもやっぱり必要だなと思ったら買い直したらいいなと思ってまして、ですのでなんかそのゲームメカニクスもそのいらないなと思ったけど、やっぱりここ必要だったんだなっていうのがやっぱあるなと思ってます。先ほどゲームの完成形についてお話伺ったんですけれども、どうやったら完成にいくのかみたいな話ですよね。そこも少し深掘りしていきたいと思うんですけど、なんかそれについてどういう基準でどういう考えでいらっしゃるか。そうですね。エターナルデックスになるんですけど、まずエターナルデックスはその1日でこうプレイできる規模感みたいなのを、ちょっと想定してたんですよ。と言いますのも、前すごい面白かったパンデミックレガシーをやった時にめちゃくちゃ面白かったんですよ。で、それが2日かかったんですよ。で、私普段友達とボードゲーやる時、朝9時から夜9時まで休憩なしでずっと通して結構やるんですけど、やるんですけど、パンデミックレガシーは2日かかったんですよ。で、やっぱりこう1日でこうできたら同じメンバーで集まりやすいので、1日で頑張れば1日でクリアできる規模感をまず1個目目指しました。じゃあそこでなんかこうステージ A から E ステージまではなんか1日でクリアできるという規模感っていう話もしていただいたんですけど、プラス F も含めて、そうですよね。それとですね、このゲームにおけるそのゲーム哲学っていうのがあるなと思ってまして、その例えばエターナルデックスだとその議論を結構できるみたいなことを結構重視してたんですよ。ですのでどうやったらそのより議論ができるかみたいなことをちょっと考えてたりとか、例えばその手札で持ってるものを伝えちゃいけないっていうのがあるんですけど、例えばその能力カードとかは手札で持ってることを伝えていいっていうふうにしてるんですよ。で、それは能力カードってこれどういう効果だっけみたいなのって沈黙のままだったら言えないじゃないですか。で効果聞くとその能力カード持ってるんだなっていうのがバレちゃうので、それでもう能力カードは持っていてもいいよみたいな風にすることで、より話しやすいようなのを作ってたりとか、あと結構、エターナルデックスはルールの複雑さよりもそのプレイをしやすいってところを結構重視して、作ってまして、例えばレアカードっていう、ジョーカーみたいな、トランプでいうところのジョーカーみたいなカードがあるんですけど、それを結構ほぼ無条件でポンポン置けるんですよ。でこうすることでなんかそのある危機、誰かがこ
悪い手を打っちゃった場合にこうみんなでこうそこをなんとか回復できるように、レアをどうやってレアが使い方が分かるのでレアを集めてこうすればこの問題解決できるじゃんみたいな感じで、なんかそういうプレイのしやすさがあることでこの、戦略をみんなでこう考えやすくなるのかなみたいなのがあります。ちょっと長くなりましたけどなんかセーフティーネットも作れるみたいな、そうなんですよ。より楽しくそうなんですよ。なんかなるべく一人の失敗をが原因で敗北にならないような方がいいなと思って、むしろその一人のこう苦悩をこうみんなでこうどう助けるかみたいなのが結構大事だなと思ってまして、ステージ D でドクロカードっていうのがあるんですけど、最初このドクロカード手札で持ってることを言っちゃいけないルールにしてたんですよ。でもそうすると結構このドクロカードをどう処理していいのかみたいなのを結構みんな迷ってたんで、あえてドクロカードはもう手札に持っていることいいよっていうふうにして、でそうすることでその個人のドクロカードをどう処理したらいいのかをこうみんなで考えるみたいなふうにしたってところが、まずその議論を結構重視したこのゲームの、ゲーム哲学みたいなところにつながっているのかなと思ってます。すごい哲学についても結構なんかこのゲームだけじゃなくて、いろんなゲームについてなんかこう全体的な哲学とか、ゲームについての哲学あったりします？そうですね、僕が結構重視してるのはそのゲームの盤面をみんなでこう共有するっていうのは結構大事だと思ってるんですよ。であとそのプレイヤーを意識するってところが結構大事だなを結構大事にして、そこを外せないようになるべくやってるんですよ。例えばそのトリックテイカーズだと、そのトリックテイキングゲームってこうみんながこうカードを出していくじゃないですか。でそこでこうみんなが同じ盤面をこう注目するじゃないですか。それプラスそのプレイヤーを見てそのカードの駆け引きみたいなところが結構大事な要素だと思うので、そこでトリックテイキング結構自分が好きなんだなっていうのが一個分かったんですよ。でもう一個がですね、プレイヤー同士をこう観察するみたいなのが結構大事だなと思って、エターナルデックスも誰かの手札がもう枯れそうだよみたいなところで、〇〇さんの手札枯れそうだよみたいな感じを言ってもらうことで、そのプレイヤーにみんながこう注目して、でみんなが助けて、で次にまた誰々さんが手札枯れそうだよみたいな感じで、そのプレイヤーがこうプレイヤーをこう注目できるようなその構造みたいなのを結構大事にしながら、作ってますね、いつも。はい。先ほどイターナルデックスの構築の、どういうふうに構築していたかお話していたかと思うんですけど、なんか結構敗北条件が面白くて、敗北条件についていろいろ教えていただけますか？ありがとうございます。そこを聞いていただいて、結構エターナルデックスをこう作るときに結構意識したのが、どうやって敗北するのかっていうのを考えることだなと思ったんですよ。というのもやっぱりその不正時をクリアするっていう達成感を味わってもらうには、やっぱりその敗北っていうのをこうどう演出して、やっぱそのギャップがあることでクリアしたぞっていう達成感が得られるんじゃないかなと思いまして、それでその誰かの手札がなくなってプレイできなくなるとその敗北して、でみんながその徐々にこう手札がなくなってくるので、誰か手札なくなっていくんじゃないかみたいな、ちょっとその敗北の演出みたいのをやってたりとか、あとこう川ってところにこうカード5枚貯まるとレアカードっていうのを獲得できるんですけど、それ3枚まで獲得できるんですけど、4枚目がゲームオーバーカードってなってまして、そこもレアカードを取ってすごい使いやすいんですけど、徐々にそのゲームオーバーカードが見えてくるみたいな、やっぱそういうなんかどう敗北するのかっていうことを結構重視してたところはあります。いいです。なんかじわじわに敗北なんか攻め寄られて、そうですね、やばいやらなくちゃっていう気持ちがもうだんだん出てきていいですね。そうなんですよ。やっぱギャップがなんか個人的に結構ポイントだなと思ってまして、なんかいろんな何か作るにあたっても、感情とかもその結構ギャップによると思うんですよ。でエターナルデックスもその盤面結構黒なんですけど、ゲームをこうクリアした時はすごいカラフルになってるっていう、そのギャップの演出も結構うまくいったかなみたいなふうに思ってます。これは無印さんが提案してくれたところなんですけど、アートワークそうなんか素敵な、それ確かにこうクリアしていくっていうか、イターナルをこうひっくり返してめっちゃ色とりどりになってくるのもすごい素敵なんですよ。ありがとうございます。私も初めてこれ全部黒基調だなって思って、初めてプレイしたけどうわってカラフルなって思って。そうなんですよ。やっぱ黒基調でこのプレイシートを黒基調にしちゃうと、本当はもっとカラフルに見せた方がやっぱ綺麗に見せられるじゃないですか。でそこをこうぐっと我慢してやっぱり黒を基調にしたってところはやっぱ良かったなって繰り返しそれもギャップですよね。そうですね、やっぱりギャップだと思いますね。ギャップがやっぱ大事かなと。いや、それ素敵だと思います。結構今何カ国でリリースされてるんですか？今リリースされてるのは、私が作ってる英語日本語版と、フランス語版と
台湾語版になります。でこれからもいろんなところにも出てくる、すごいですよね。いやすみません、ありがとうございます。で海外より結構今高い評価を得ているっていうふうに聞いてありますけれど、なんかそれについてなんか面白いこととかあったりとか気になってるところとかあったりはします？そうですね、やっぱり海外で、遊んでいただけるのはおそらくそのアメリカのポートランドゲームコレクティブさんがその私の最初の作品のトリックテイカーズを、英語版を出してくれたからだと思ってるんですよ。で、PGC さんを応援してくれてる方たちが、結果的に私を応援してくれてるんだと思うんですね。それでその海外のプレイヤーの方たちにその興味を持っていただけてるのかなと思って、でも私もその彼らにいいゲームを届けられるように頑張ってます。いいですね。きっと届いてると思いますのでなんかそこで、はい、海外のリアクションもいろいろあったと思うんですけど、国内にもいろんなリアクションあるかと思うんですけど、なんか自分が見てきたいろんなプレイ動画とかも人も、ネットで書いたりとかしていると思うんですけど、なんかすごい自分にとって意外なリアクションとか面白かったリアクションとかあったりはしました？そうですね、エターナルデックスをプレイしていただいた時の話なんですけど、ステージが A、B、C、D、E ってあるんですけど F まであるんですけど、ステージ E までD まで連続してうまくプレーしたのにステージ E で結構つまずいてるチームがあったんですよ。で私としては E はちょっと簡単に作った予定だったんですよ。D の方が難しいと思っていて、でその E はちょっと、サイレントで、話すの結構禁止みたいな感じで作ってたので、結構好き嫌いが分かれる感じなのでちょっと簡単な方が1回でクリアできた方がいいかなと思ったんですけど、ただ結果的にその D はクリアしたけど E でつまずくっていうのはやっぱりそのみんなで話し合うとか、その孤独になって判断しなきゃいけないっていうのが思ったより難しかったんだなっていうのは結構興味深かったです。なるほど。確かに一回サイレントになると皆さんがなんか今まで使ってきた戦略とかできなくなっちゃう、そうですね。結構そうなんですよ。話で通じたところができなくてはい、すごいですね。あれなんか結構ステージ A から D は、一つのくっきりあって、で今とは別のステージあるんですけども、全体的に A から E もあって、それぞれには確かに違う若干ルールが違ったりとか、プレイスタイルは違うんですけど、なんかそれにおすすめのプレイスタイルとかまた別のこれの拡張に誰が考えてた別のスタイルとか、自分が考えてたこれのやり方とかあったりはした場合は教えていただければと嬉しいです。わかりました。そうですね、そもそもやっぱり協力ゲームってクリアすると結構飽きちゃうかなと思ったんで、やっぱり A を異なる頭の使い方とかプレイ感ができないと楽しめないかなっていうのがまずあって、その ABCDE っていうのを、作ってます。で結構おすすめのプレイ方法としては結構テンポよく、プレイしていただくのがいいのかなと思ってまして、結構やっぱりこのデッキにどのカードが含まれているかとかいろいろ考え出すと本当に戸惑うこともあっちゃうんですよ。で意外とそのテンポよくやるっていうのが結構僕は大事だなと思ってまして、で悩んだ時にみんなで議論してもらうとか、あるいはもうソロプレイもとりあえずテンポよくやっていただいて、悩んだ時にそのゴーレムっていうのをカスタマイズできるんですけど、それを悩んだ時にちょっとカスタマイズして、危機を乗り越えていくみたいな、そんな感じで遊んでもらいたいなとは思ってます。あとなんかこのゲームにまた重要な要素の一つコミュニケーションディスクはあると思うんですけど、それについてはちょっと触れたくて。ありがとうございます。なんかすごい面白い要素なんじゃない？なんか普通のこういう協力系なゲームが、めっちゃ喋るかもうすごい、黙るかみたいな。そうですよね。黙るかで、ここはなんか制限されたコミュニケーションあるんじゃないですか。それもなんかいかにもなんか何も言わずに伝わるかのはコミュニケーションディスクだと思うんですけど、それについての作ってた企画と考えとかをいろいろ教えていただければと思います。そうですね。まず結構議論ができるゲームだと思ってるんですよ。言語を、言語が制限された、ゲームなんですけど、割と自分が手札に持っているもの以外は結構話すことができるってところは結構割と特徴だと思ってまして、でそのコミュニケーションディスクは、自分で開発して思ったよりいいなとすごい思いましてというのも、いくつかちょっとコミュニケーションディスクのいいところをちょっと紹介したいなと思ってるんですけど、まず1個目は自分がこのカード置きたいなってところにこのディスクをこうやって置くっていうのが結構大事だなと思ってまして、つまり頭の中にここに置きたいなっていうものを
こう実際に置いてみるっていうのが置いてみることで次の考えが浮かぶと思うんですよ。例えばなんかいろんなボードゲームされてても自分の手番が来てプレイした瞬間にあれいやこっちの手の方がいいんじゃないみたいな風になることってあると思うんですよ。ですのでなんかそういったあらかじめこうディスクを置くことでもっとこうなんかこう次の戦略をより考えられるようになるっていう、こう外部記憶みたいな感じになるってところがまず良かったなと思ってまして、であと、ちょっと連続で話して申し訳ないんですけど、ダウンタイムって発生するじゃないですか。やっぱりこうどうしようかなって一人の人が悩んでる間に、いつでもそのコミュニケーションディスクを他のプレイヤーはこう動かして私ここに置きたいみたいなことができるんですよ。それによってそのダウンタイム中も結構非言語でディスクを使ってコミュニケーションができるっていうところが結構タイムパフォーマンスがすごいいいゲームにその辺は結構なっていいなと思いましたし、なんかダウンタイム中もみんながこうディスクを置いてくれることで自分の突破口がこう見えたりとかっていうところがいいなと思ってまして。確かにこう外部記憶っていう言葉を使っていたのまさに僕もこのゲームやってる時これ外部記憶的には自分が考えてること別のこと考えたいんだけどちょっと今パッってなってじゃあ後でこれを考えなくてもいいんで後でそこに置こうと思いましたみたいな。であと向こうもなんかある程度自分がなんかどうしようなんかその人がそこに行ったら僕はここに行くけれどでもそこに置いてあるからなるほどそこで僕はプランニングできるなみたいな。そうですね。もうめちゃくちゃいいアイデアだと思いますね。そうなんですよ。なんか言語でコミュニケーションするよりもむしろディスクを置いた瞬間にじゃあそこは誰か置くなら私ここみたいな感じで、言語よりもむしろディスクの方がコミュニケーションが早い場合があって、ですので必ずしも言語の介護感じゃなくてディスクがむしろディスクの方がよりコミュニケーションを促すっていう意味もあると思いますし、あともう一個言いたいのがこうみんなでこう議論した時とかって僕結構ホワイトボードにみんなが話したことって結構書くって大事だと思ってるんですよ。でそうするとみんなが書いた言葉を見ながらその議論が発展するとか後に戻ったりすることができると思うんですけど、やっぱりエターナルデックスも結構みんなで議論してほしかったんでここにカードを置いて誰々がここにカードを置いてっていうのをやっぱりみんなが頭の中でやるんじゃなくてみんながディスクを置くことで議論がしやすくなると思うんですよ。そんな感じでみんなでこう議論し合っていきたいなと思ってます。一緒にこう戦略していくみたいな、そうですね、本当に協力系のもうそういうありのままの感じですよね。そうですね。いいですよね。結構好き嫌いは分かれちゃうとは思うんですよ。黙ってプレイしたい方が好きだよっていう好みもあると思うんですけど、私はあえてこの議論するっていうものをちょっと重視したいなと思いました。なんか私も結構しゃべる系こう今の戦略こうしようと思ってるんですけどどうですかっていう、結構やるタイプなんだからこういう黙ってやってなんか新しいこう、なんていうか斬新な雰囲気っていうかこうやってこれなんか面白いこうやり方自分もなんかいろいろ考えてることをどういうふうになんかこれの動きで全部表現できるのか、これもすごい楽しかったのでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそプレイしていただきありがとうございます。じゃあこれからなんかこれからの今後の作品についてをちょっと話したいと思うんですけど、そこに確かにちょっとありますよね。イターナルセブンっていうゲームも次の作品だと思いますけど、新作はどのような作品になりますでしょうか。はい、エターナルセブンズは伝統的なトランプゲームの、七並べをちょっと僕なりにこう現代流に解釈して、作ったゲームになりまして、エターナルデックスのアートワークと、世界観を、共有した作品になってます。なんか同じこう世界観とおっしゃったんですけど、なぜこうイターナルデックスの世界観をこう引き継ぐなんかつながってるとかそういうあります？そうですね。もともとアートワークを担当していただいたその無巡者さんが、もともとあまり無巡者さんはボードゲームのことをそんなにやらない方たちなんですよ。それででも自分たちが作ったゲームをこう誰かに紹介したいって言った時にエターナルデックスは結構紹介が難しいみたいな話があって、それだったらちょっと軽い感じのカジュアルなゲームでできる、ゲームをなんか作れないかなみたいな相談があって、それで七並べがもともとエターナルデックスもカードを並べていく規則的に並べていくみたいなところで、七並べもエターナルデックスのこう源流ではあるので、そこを基準にしてカジュアルな向けに作りたいなと思った
のがきっかけですね。なるほど。確かになんかセブンズとイターナル X のルールがある程度似ているので、もう世界観をこう共有しても全然大丈夫だと思いますし、そうですね。なんかカードを配置するというところでは似てますね。あとめっちゃ素敵な無人車さんですよね。アートをやってめっちゃ素敵なアートをやっていらっしゃったと思います。それも僕もプレイしてみました。ありがとうございます。僕もすごくいいの作っていただいて。良いですね。今なんかそれも入ってますよね。そうです。これもエターナル X のウィッチのイラストです。猫可愛いですよね。猫そうです。猫3匹家にいるんで。そうなんですか。いいです。名前は？名前は来ている。名前はいいですが、エルちゃんとミリアちゃんとテトちゃんです。いいですね。なんかミリアはなんかこうそういう魔法使い的な名前で、もしかしたらミリアちゃんかもしれないですね。ファミリアっていうファミリーのところがちょっと来ていて、最初にエルちゃんのその家族であってほしいなっていう思いを込めて。ファミリアから取ってミリア。めっちゃ素敵じゃないですか。実はこのトリックテイカーズのキャラクター召喚獣っていうのが出てくるんですけど、一応彼らにエルちゃんとミリアちゃんという名前をつけて、新しく出るのはテトちゃんっていう名前を採用してます。みんなここなんていうか不平等で平等でやっていくんですよね。では結構お話できたと思うんですけど、これなんかまだ話できなかったこととか、これからなんていうかな。ちょっと一個言いたいなということが一個ありまして、このコミュニケーションディスクなんですけど、これ結構こう地味にこう2個をこう持ってるとなんかリラックスできる効果があるなと思ったんですよ。なんかこうくるみをこう2個持ってるような感じで、これが意外となんかボードゲームらしさみたいなのがすごいあって、デジタルゲームボードゲームをこうデジタルにすることもできるじゃないですか。でもなんかこの2個の記号をこう持ってこうカチャカチャやりながらこう考えられるみたいなのが意外となんか本質みたいな感じがしました。わかります。なんかそういうボードゲームの良さの私的にはすごい重要なのはなんか本当に触ってなんか気持ちいい。そうなんですよ。サイコロが画面の上になんか出てきてロールしましたみたいな、それもいいんですけれど、自分がこうよし行くぜみたいなそうですね、コロみたいな、ね、それわかります。確かにくるみっていう確かにリラックスできる。そうですね。どうしたんですか。よいしょ。あとこの8ミリのサイズにしてるんですけど、やっぱこの持ちやすさっていうのも結構重視はしました。なんか確かにここになんかこう区切りっていうかデコボコのところがすごいデコボコもなんか持ちやすいんですよね。そうですね。これも実はこれトリックテイカーズゲームズのロゴもちょっとデコボコしてるんですよ。そうなんですか。そうですね。どっかにある？ちょっと待って。ここにあります。こっちにしかないかも。ここにありましたか。確かにここそうこのライオンのたてがみなんですけど、ここですね。ここは確かに同じめっちゃなんか気持ちいいこう持ちやすさみたいな、全く同じシルエットじゃないんですけど、ちょっとそこから取ってしてます。いいですね。ありがとうございます。僕のもうこのコマデザインもすごい僕的にはすごい好きで、ありがとうございます。ここもなんていうかなんか昔のゲームのなんかこうスーパーマリオとかなんか結構簡単なそうですね、シンプルでなんかこう分かりやすくていただいたよっしゃみたいな、いただいていうか置くんですけれど、なんかこれは気持ちいいですし、そうですよね。ここのなんかスターマークも結構かっこいいなって思ってます。ありがとうございます。全体的に良いですよね。あともう一つお聞きしたいことがあるんですけど、この紙のボードがもう天才的じゃないですか。いえこれは元ネタといいますか、僕の大好きなゲームでブラッドストーンズというもうまさにマイクロファイバーのマップを使って大ゲーム系のゲームなんですけど、それにすごい感銘を受けて、もうゲームそのものもすごい好きで、もう僕もいつかウォーゲームみたいなの作れたらいいなと思ってるんですけど、そこからすごいいいなと思って、でしかもこのマイクロファイバーなんですけど、折っても割とシワがつかないんですよね。でそこがすごく良くて、ボードだと紙のボードのサイズで箱のサイズが決まっちゃうんですよ。でもこれ小さく折りたたみができることで、その箱のサイズをこう小さくできるところが結構大事だなと思ってまして、この次の作品のこのエターナルセブンズも670×900 のマイクロファイバーのが入ってるんですけど、もうこのサイズで結構ちっちゃいですよね。そうかなりちょっとねあえてちっちゃいくして、なんかこれカジュアルプレイヤー向けに作ってるので、なんか家に飾っときたいぐらいのそのボードゲームらしさみたいな、あえてちょっと出さないぐらいの大きさにちょっと調整してるみたいな
思ってて、結構これ手触りもめちゃくちゃいいんですよ。ですよね。なんかこのデザインもすごい良くて、これとかはこうなんていうかディスプレイピースとしてはなんかそうなんですよ。かっこいいなと思って。手触りどうです？このなんかこのしっとりした感じありますね。こういうしっとりしたなんかマットっていう感じなんですよね。そうなんですよ。これもなんかちょっとなんか出っ張ってるんですよね。はい、これちょっとUV スポットっていうのを入れて、これもなんかすごい持ちやすくなるんじゃないですか、ここの。そうですね。確かにそこがちょうど引っかかりになっていいかもしれないですね。めっちゃいいですよね。今までこのマット PP 加工みたいな手触りがいいやつにしてたんですけど、一応こちらのソフトタッチフィルムといって、なんか柔らかい。なんかこうしっとり感があるんですよ。でボードゲームの箱ってこうめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。なんかなんとボードゲームよりも大切な箱ってあるのかなって思ってまして、いろいろ考えるとなんか取っておきたい箱あるんですけど、ボードゲームの箱って結構使うんですよ。使いますし、なんか飾るんですよね。そう飾るのいいじゃないですか。でなんかボードゲーム、僕ボードゲーム界から入ってるので、ボードゲーム界行くと、いろんなボードゲームがあって、次どのゲームするみたいな話が出てくるんですよ。で何個かこう候補が上がってくるときに、やっぱりその時にこの箱が出てきて、このボードゲームがいいねみたいな話をするんですよ。でそういう意味でやっぱり箱ってすごい重要だなと思ってまして、なんか本当に何でしょう、他の箱よりもボードゲームの箱よりも大事なもので思いつかないぐらい大切にしてるんですよ。僕は結構大切だと思ってます。なんかボードゲーム会とかでボードゲーム出してた時になんかこうたくさん出して次どうしようっていう話がよくあるじゃないですか。ありますね。そこにドコンってこんだけかっこいいのが出てきたら、わかんないけどこれやりたいよねみたいな。そうなんですよ。そうなったら気持ちいいみたいな。気持ちいいってなって開けると結構大きな盤面が出てくるみたいな。びっくりみたいな。そこのギャップを。それ確かにギャップが好きっていう話を。そうなんです。ギャップがなんですね。本当に素敵だなって。これもなんかデザインも本当に細かくてめちゃくちゃ良いですよね。ありがとうございます。これまた矛盾者さんですよね。そうですね。矛盾者さんが作っていただいたんですけど、結構ロゴを作るのがすごい得意なんですよ。はい。でやっぱりこれも何でしょうね、古くならないデザインっていうのが結構大事にされている方たちで、やっぱり新しいものってすぐ古くなるじゃないですか。なりますよね。でも古いものを古いものだけども今見てもいいものってあるじゃないですか。なんかそういう古いものを結構集めるのがすごい好きなんですけど、アート担当した方が。で、ですのでなんかロゴがうまいんですけど、ロゴ作るのがうまいんですけど、ロゴって結構古くならないって結構大事だと思うんですよ。今っぽさを反映するっていうのも、あるとは思うんですけど、やっぱり何年経っても古くならないロゴみたいなところから、このエターナルのエターナルたちも結構ロゴっぽい感じで、多分何年経っても古くならないデザインになってるんじゃないかなと思うんですよ。確かにこれはなんか廃れてかっこよくならないっていうことはないんじゃないですかね。はい、多分そんな感じで、それが永遠性なのかなと。矛盾者も腕がすごいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ紹介していただき。でもここに置いた方がいいですね。戻さないと。なんかすごいやっぱり素晴らしいゲームばっかりで、先ほどこれ全然関係ない話なんですけれど、レアカードという話が出てきたんですけど、これめちゃくちゃ個人的には知りたいだけなんですけど、鹿デザインあるじゃないですか。で確かにどちらのゲームでもなんか鹿デザイン別にもあるんですよ。そうなんですよ。トリックテイカーズでも鹿のデザイン、レアカードっていうもう同じ言葉で出てるんですけど、鹿はどこから来たんですか。なぜ鹿がレアなのか。そうですね。これはジブリのもののけ姫っていうのが、ありまして、獅子神様っていうのがもうまさに鹿のような感じで、僕も結構神々しい感じを鹿に持ってるんですよ。多分角がかっこいいんだなとは思うんですけど、それでもう鹿がいいなっていうふうに思って、であとゲームのつながりをなるべく、使いたいので、トリックテイカーで使ったレアの鹿さんをエターナルデックスでも次のエターナルセブンズでも登場させるように。いいですね。ではイターナルセブンについてもう少し深掘りしていきたいと思うんですけど、内容についてもあるだけ教えていただければ。わかりました。そうですね。やっぱり伝統的なこのセブンスを現代風に蘇らすってところが結構まず僕の中で結構重要なんですよ。例えばトリックテイカーズもトリックテイキングっていうのが結構400年以上前昔のゲームをやっぱり
今っぽく蘇らせたいなっていうのもありましたし、エターナルデックスもその、古代のそのキャラクターを復活するとか、そのフェニックスが出たりとか、なんかそういう、昔のものをこう今にこう蘇らすことが、循環なる永遠みたいな感じのちょっとテーマがあるんですけど、そんな感じで七並べっていう伝統的なゲームを現代風に蘇らすっていうのも結構いいとこかなと思ってまして、はい。で七並べやったことってありますかね？めっちゃ昔子供の頃に、はい、確かにきっとおばあさんと一緒にやったりしてたと思うんですよ。そうですよね。はい。基本的には手札配られて、カードを規則正しく配置していくみたいな感じで、でその自分の手番でできることがその、手札からカードを出すか、あるいはパスをするみたいなところが基本的なものなんですけど、結構その日本の七並べの特徴としてパスの回数に制限があったりするんですよ。3回が結構多かったりすると思うんですけど、でそれによってこう脱落しちゃうっていうのがあるんですよ。そこであえてこうカードを出さずに他のプレイヤーが出せないのをニヤニヤ見ながらこう脱落するみたいなところが結構特徴なんですよ。でそこを、やっぱ採用、最初はちょっとそのカジュアルモード向け、カジュアルの方向けに生物を作ってほしいみたいなのがあったので、やっぱどうやってそのカジュアル向けに作ったらいいのかなと思った時に、やっぱりその脱落っていう要素って結構僕はあんまり好きじゃないんですよ。例えばなんか人狼ゲームとかも脱落とかあるじゃないですか。で脱落しない系の人狼ゲームとかの方が割と好きなんですけど、その脱落っていうのがない方がそのカジュアルに向いてるのかなと思って、最初それを元に作ってたんですけど、なかなかうまく作れなくて、でやっぱり最終的にこの脱落こそがこの日本の七並べの特徴なんだっていうふうにもう思い直して、そこからちょっともう一回ちょっと作り直したみたいなところはありますね。じゃあその脱落が残したままで、はい、エターナルセブンズでやったっていうことですよね。そうですね。それどういう感じで実現できたのはまだ私遊んでないからすごい興味ありますので。ぜひぜひ、はい。じゃあモードも2つ用意してまして、そのカジュアル向けなカジュアルモードと、あとそのゲーマー向けなそのゲーマーモードっていうのがありまして。で最初はこう滑らかにこうゲーマーモード、カジュアルの人がこう徐々にこうゲーマーモードを体験できるような、なんか滑らかなつながりにしたかったんですよ。私自身がそのカジュアルプレイヤーからそのゲーマーになるにつれての体験をエターナルセブンズでこう体験できるようにすればいいなと思って作ってたんですけど、これ結構うまくいかなくて、はい、最終的に思ったのがやっぱりなんか感情となんか思考ってところが結構大事だなと思うようになりまして、これはカジュアル向けゲーマー向けって意味ではないんですけど、どっちかというとカジュアルモードはその、情報をなるべく隠して、情報が隠して急にこうランダム性を出してこう情報が出てきたりとか、それによってその感情にこう左右するみたいなところ、感情を動かすみたいなのが結構いいなと思ったんですよ。で一方でそのゲーマーモードの方はその情報をなるべく出して、でその頭を使ってこれを使うとその次の自分のプレーに影響してくるなみたいな、なんかそういうところで切り分けた方がいいなと思って、一応カジュアルモードとゲーマーモードっていう2つのモードがありますので、ぜひプレイしていただければと思います。すごいなんかこうカジュアルモードだとなんかバよみたいな感じで、はい、やっちゃえみたいな感じで。そうですね、もう気楽にやっちゃって。でなんかやればやるほどこれ分かってきて思考をこうだんだんこう巡らせて、ゲーマーモードやって。そうぜひそんな感じでやっていただけたら嬉しいです。はい。それもなんかもう初めてプレイする方や、なんかめっちゃゲーミンググループとか行ったら、どっちもなんか一緒にプレイできるっていうのをそうですね。特徴でもあってすごい素敵な。そうなんですよ。はい。ゲーマーの方も先にカジュアルモードやってもらって、ざっくりどんなゲームか、チュートリアルみたいな感じでやってもらうのがいいのかなと思ってます。いや素敵ですね。なんか確かにそれ必要かなって思います。で先ほどいろんな本当にいろんなチャンネル X もエターナルセブンズも、トリックテイカーズもいろんな深掘りしていただいて、本当に今日はありがとうございました。もし最後にみんな見ていただいている方に何かメッセージありますでしょうか。はい。そうですね。まずエターナルデックス、トリックテイカーズやエターナルデックスを購入していただいた方にまずありがとうございますと本当に感謝したいと思います。いや本当に皆さんが購入してくれたから今の私が本当にあるなと思ってまして。やっぱり最初トリックテイカーズ作った時売れなかったらもうゲーム制作やらないっていう意気込みで毎回もその意気込みでやってますので、ですので次のゲームもなるべく満足してもらえるように、作るんですけど、ただみんなが求めてるゲームを作ろうとはしてなくてですね、やっぱ自分が
作りたいものとか、その自分がこれが楽しいと思うんじゃないかっていうものをまず重視はしてるんですよ。でそれをそのプレイヤーの方に僕はこれがいいなと思ってるのをどうやってこう体験してもらえるかとか、やっぱどう伝えていくかってところが結構大事だなと思ってるので、そこはちょっと努力して自分のやりたいことをやりつつ努力して皆さんに伝達するみたいなところはこれからも頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。素晴らしい、ありがとうございます。今日本当にもういろんな話聞けて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ケミさんありがとうございます。ケミさんじゃない。ギャビンさんありがとうございます。ギャビンさんよろしくお願いします。では今日はありがとうございました。皆さん見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。